はい、ということで、今、朝6時ぐらい、パッキングが無事に終わりました。なので、この後チェックアウトして、タクシーでバスターミナルまで向かおうと思います。ということで、このホテルも良かった。で、今からタクシー拾ってバスターミナルまで向かいます。関東のバスターミナルに到着。結局タクシーが捕まらずにバイクで来た。バイクでも全然余裕だった。で、ここからが問題ですよ。本当に発展行きのバスに乗れるのかっていうね。僕は今からベトナムとカンボジアの国境の方に向かうわけなんですけれども、ベトナムとカンボジアっていくつか国境があって、先日もね新しい国境が開いたりしてるんだけど、僕が向かうのは最も海岸線よりね、そのね国境の町のハッティエンに今から向かうということです。話が違う。フタの方に行けって言われた。ということで、無事にハッティエン行きのバスのチケット取れました。で、これフタのバスで7時半出発で、値段も210ということで、いやめっちゃ良かった。安心よかった。このチケットとかインターネットでは出てこなかったんだけど、窓口で直接ゲットすることができました。よかった。これですね。無事7時半ハティエンあります。で、これがそのハティエン行きのバスということで、今回も寝台です。寝台。ちょっと走り出してすぐに問題発生。なんか車が故障していて、今からバスを乗り換えるということです。いや、走り出して10分もしないうちにバスが故障したということで、今なんか別のところに到着して、そこでバスを乗り換えるということです。これが乗り換え用のバスらしい。やっと到着ということで、無事乗り換え。今ラチジャーっていう町に着いて結構時間かかってる。今1時過ぎ。もうバスの中は客がほとんどいないということで、今ハティエンの町に到着して、バス乗り場からねシャトルバスで市街地まで連れて行ってくれて、でそこでねトラベルエージェンシーで降ろしてくれたんですよね。こっからカンボジアのケップ行きのチケットっていうのを購入する形で、やっぱり聞いたところね、カンボジア側の国境からそこからね出るバスっていうのはなくて、全部このベトナム側から手配されているツーリストバスのみになるって話なんで、結局ねここでジョイントチケットを買うっていう風な形になるんですよ。20ドルぐらいするんだけど、もうそれしかね方法はないっていう風な形で、今からちょっと、ベトナムのドンが足りないんで ATM 行ってね、そのチケット代を下ろして、そこからねカンボジアに向かおうと思います。いやもうボロボロ。いや今 ATM でお金を下ろしてきたんですけれども、ミスった。桁数一つ間違えて多く下ろしてしまった。いや必要のないベトナムドンが増えてしまった。ちょっとどっかで両替しないとな。いやでもこのハティエンっていう街めっちゃのどかでいい感じということで、潔癖のミニバスは4時発ということで、あと1時間ぐらい時間があるので、なんかご飯でも食べてきます。ということで、これがベトナム最後飯。ということで完食。いや美味しかった。ごちそうさん。
ということでベトナム側の国境に到着。ここがハティエンのボーダーです。でここから出国手続きですね。ここがハティエンインターナショナルボーダーゲートということです。セキュリティがまずそこにあります。ベトナム出国です。ということでベトナム出国完了。ベトナム出国して3カ国目のカンボジアに向かいます。ということでこっちがベトナム側で、あっちがカンボジア側ですね。まだあそこはベトナムの旗がかかっているんでベトナム側だと思うんですけれども、その奥にあるね、あっちがカンボジア側の入国ゲートですね。そこは歩いていかなければいけないみたいというわけで、夕方にはなるかなと思うんですけれども、カンボジア側のケップっていう町ね、そこに行く予定なので、もうそこは国境からもう2、30キロのところなんでね、もうだいぶ今日が暮れかけてるんですけれども、暗くなる前には着くかなというふうに思います。ベトナムとカンボジアにはいくつか陸路の国境っていうのがあって、その中でもこのハティエンボーダーっていうのはマイナーな国境ということで、例えばね、電子ビザね、E ビザとかっていうのも使えないですし、あとアライバルカードっていうのももう別の国境なんかではね電子化されてるんですけれども、カンボジアの場合ここでは使えないということなんでね、ここからカンボジア入国してきます。ということでカンボジアの入国終了。日本人と韓国人と中国人はビザ代40ドルでした。40ドル聞いてないよこんなので、この外でバスが待っているはずなんで、それ乗ってケップ行きます。ということで、何カ国目ですか、3カ国目カンボジアの旅スタートです。ここがカンボジア側のボーダーです。でここがあれですね、カンボジアの国境によくあるカジノだと思います。国境を越えてすぐのところに ATM があって、ここで米ドルを下ろした。もうカンボジアはカンボジアリエルだけじゃなくて米ドルも使えるんで、米ドルが下ろせるのが便利で、やっぱりね国境からはバスはないみたいなんだけれども、トゥクトゥクが結構いて、トゥクトゥクに聞いたら、交渉はしてないけれどもケップまで20ドルって言われた。なのでやっぱりハティエンから乗った方がお得だと思います。はい、ということでここがケップの宿。もうちょっと疲れてたんで宿予約してなかったんでね、もう入って1軒目のところでもう決めました。これが1泊10ドルですね。はい。ベッドとあとここにトイレとシャワーがあるっていう、めちゃくちゃシンプルな宿なんですけれども、ここで10ドルということです。はい。でエアコンはあるんだけれども使えないということです。ここがゲストハウス。もうバスターミナルのすぐそこ。いやもうめっちゃいい感じ。もうほんと宿からすぐのところにビーチがある。ここただねちょっと宿がね長居するには、机も椅子もないっていうことで、また明日ねこの辺でちょっと宿も探してみようかなというふうに思います。でこのケップといえばカニなんですよ。カニクラブマーケットっていうね、カニがよく取れる市場っていうのがあって、そこでとにかくカニが食べられるっていう話なんで、僕カニ好きなんでね。いやもう日は沈んだんですけれども、めっちゃいい感じ。いやまだケップに到着して1、2時間しか経っていないんですけれども、もうすでにこの街が好きになってる。ここほんとのんびりとするには最高なところのような気がする。はい、ということでまだねケップには滞在予定なんですけれども、この宿はね今日もチェックアウトしようと思います。っていうのも昨日の夜も暑くてね寝れなかった。部屋がね熱を持って暑くて仕方がなくて、そんなわけで宿を変えるためにチェックアウトします。
ことでトゥクトゥクで移動。新しい宿はビーチからちょっと2キロぐらいは離れるんだけど、値段も安いし評判のいいところなんで、そこへ泊まろうと思います。あ、ここだ、ここクメールハウスゲストハウスっていうところ、ここで宿取りました。今からちょっとチェックインしてきます。ということで部屋ここなんですけれども、めっちゃいい、綺麗だし静かだし、ちゃんとここに机と椅子っていうのもあって、でここがトイレシャワーね、十分。なんとこれで 6.5 ドルで、しかもそんなに暑くない。よかった。ということで宿で無料でチャリンコ借りれるんで、チャリ乗ってここからですね、クラブマーケットっていうね、カニ市場、ここに行ってカニをちょっとたらふく食ってこようと思います。っていうのもこの町に来たのはもうカニを食うのが目的で来たようなもんなんでね、このケップはのんびりするのには最適なような気がする。ただやっぱりもう今ね、年の瀬っていうこともあって、もう今12月17日とかでしょ。もうね、年越しをね、どこでするのかっていうのをね、最近ちょっと考えるようになって、当初のね、予定ではね、タイあたりで年越しとかできるかなと思ってたんですけれども、ちょっと今のペースで言うとね、それはもう確実に無理なんで、多分このカンボジアかもしくはラオスっていうところで年越しをすることになると思うんでね、その辺どこでするのかっていうのも考えなきゃいけないんで、まだね、のんびりとするのにはね、まだ早いかなというところで、このケップも一応ね、もう明日には出る予定と言いましょうかね。今日もクラブマーケットでたらふくカニを食べて、で夕日を見てね、でそれでまた次の町に行こうかなというふうに思っていて、ここを曲がるのかな、ケップウエストですよね、多分ね。違うのかな、ちょっと分かんなくなったけど、でもここの道とかもめっちゃいいじゃないですか。なんか超絶南国っすよ、これ向こう海ですもん。いやもう最高じゃないですかこれ。でしかもやっぱ人少ないんですよね今。どうなんだろう、今カンボジアがタイとね国境でねちょっと紛争しているっていうこともあって、なんか今日のニュースなんかではアンコールワットの近くね、シェムリアップ州なんかでも空爆があったっていう話でね、カンボジアはね戦闘機とか持ってないんでね、戦争なんかしたらねタイにはね絶対勝てないんですけどね。そんなわけでめちゃくちゃ気持ちがいいじゃないですか。ハロー。ここはでもなんかちょっと違った場所なんだね。クラブマーケットはここからは行けないんだ。ここはちょっと違った施設だった。クラブマーケットはまだ向こうだって。いやでもね、こっちのねケップの人ね、こういったビーチリゾートって結構ガツガツしているっていう印象あるんですけれども、このケップはね全然ガツガツ感がないんですよね。みんななんかもちろんね客引きとかねレストランの呼び込みとかっていうのはあるんだけれども、全然しつこくないしね。次あそこで曲がるんですね。こんな感じということで、ここがクラブマーケット。一体どこでカニが買えるんだろう。今ね多分ねここにね新しいね近代的な市場っていうのをね建設中なんだと思うんですよね。こんな感じでね、そうだから以前はああいう風な形であそこにあるね船とか止まってるんですけれども、それがもう市場に直接、そこでも直接カニとかを買って市場の中で調理してもらえるみたいな話だったんですけれども、2025年段階はそういう風な形にはなってないですね。もうだいぶ市場っていうのが向こうに追いやられている形なんでね。
なんだろう、思うのは、なんかこの間の関東の水上マーケットもそうなんですけれども、やっぱコロナ以前とコロナ以後っていうので、この辺の風景っていうのも変わってしまってるんでしょうね。とは言ってもね、カニ食べずには帰れないんで、とりあえず市場で売っているカニを買ってそこで調理してもらおうと思います。というわけで食べ終わったんですけれども、カニはね、残念ながらほとんど身がなかった。これがカニのモニュメントです。ということでコーヒーフラッペということで、夕暮れどうしようかな。この辺で晩ご飯食べてから、もうね、夜はねかなり暗くなるんで、暗くなるまでにホテル帰りたいんでね、ちょっとこの辺でまず簡単に食べて夕日見て帰ろうかな。